こんにちは、ミニマリストの小野です。いつもご覧いただきありがとうございます。今日はまだタイトルをねちょっと決めてないんですけど、お家で作る料理のお話をちょっとしてみようかなと思ってます。完全ノープランで喋り出しておりますため、ちょっと尻滅裂になっちゃうかもしれないですけど、ちょっとゆるい気持ちで聞いてください。ですね、ちょっといろいろあるんですけど、伝えたいことはただ一つだけで、本当にみんな料理頑張りすぎてしんどくないですかっていうことをね、私は常日頃思っていて、なんか一人でも気が楽になってもらえたら嬉しいなと思って、今日はちょっと料理のお話をしてみようかと思います。はい。で、もちろん私が自身がそうだったからこうやって、言えるんですけど、なんか結婚して3年ぐらいかな、そのぐらいの期間でなんかね、すごい私はもちろん料理はもともと好きじゃないんですけど、なんかすごい頑張らなきゃみたいな気持ちでね、毎晩ご飯を作っていたんですけど、なんかね、すごい最初ね、もう強迫観念みたいな感じですごいしんどかったのを覚えてるんですけどね。なんかそれで結局は離婚したわけで、今シングルマザーになって、時間がなくなったっていうのと、普通にミニマリストになったっていうことから、今ですね、お料理をとても簡素化しておりまして、はい、ちょっとその話を先にしようかな。うちの今お料理ですね、朝昼晩とあるんですけど、朝はほとんど固定化していて、昼はね、子供たちは給食なんで自分のことかで、夜は夜だけだからお料理してるんですね。朝ごはんはもう料理と言えないほどのものしかしてなくって、朝は私が毎日冷凍ブルーベリーのヨーグルト、冷凍ブルーベリーを入れたヨーグルトをもうね 2,3 ヶ月ぐらい食べ続けてるんですね。で、子供たちはというと、なんかね、あんまお腹空いてないみたいで、朝からそんなに食べたくないっていうところで、なんかその日のなぜか朝ごはんだけはその新生スタイルになってるんですけど、だいたいなんかその娘ちゃんの方は納豆ご飯を食べたがるで、息子の方がなんかな、パンが好きなんで、なんかパンを食べたがるんですけど、卵のせパンとかいう時もあれば、なんか塩パンとかいう時もあって、朝ごはんだけはね、ちょっと栄養があんまり取れてないかもしれないですけども、本当食べられる範囲で、エネルギーだけはね、炭水化物かエネルギーだけはしっかりとっていくっていう感じですね。私はちょっとね、お腹空いたら食べれるようにいつもしてるんで、そんな感じでブルーベリーヨーグルトをね、 DNA の修復をしてくれるってことでね、毎朝食べるようにしてます。で、お昼ご飯は、子供たちは給食で、私は近くのお弁当屋さんに買いに行くか、お弁当作っていく時もあるんですけど、お弁当をですね、作るとしたらね、もう決めてるんですよ。海苔弁一択なんですよね。そうで、これも結構、これ海苔弁だけで一同が作れるぐらいちょっとね、いけるぐらいあるんだけど、お弁当もね、頑張らないスタイルにしていて、海苔弁めっちゃいいですよ。ご飯の上に海苔乗せておかず乗せるだけでいいので、仕切りもいらないし、なんか何ですっけ、シリコンカップみたいな、昔は使ってたけどもう手放してしまって、隙間が空いても大丈夫っていうのがすごくいいんですよ、海苔弁スタイルだと。普通にお弁当スタイルだと、ご飯とおかずを別の箱に入れたりとか、仕切りで分けて入れたりとかするわけですけど、そうしてしまうとね、なんかね、隙間が気になっちゃうので、なんか足りない、隙間が足りないとか、入れすぎたとか少なすぎたみたいな事態が発生するんですけど、のり弁スタイルだとね、少なくても多くても全然大丈夫なんで、昼はそのお弁当のり弁作っていくか、ちょっとどっかで買うかですね。で、夜だけ作るんですけど、もう夜ご飯をね、めちゃくちゃ簡素化してしまいまして、ちょっと最近簡素化しすぎて何作ればいいか分かんないっていう、逆にこれいいのかしらっていう事態までね、起こってるぐらいなんですけど、だいたいそうね、栄養素だけはちゃんと考えてもらいたいですね。
私もそんなに詳しいわけじゃないんですけど、一応栄養素をまんべんなく取れるようには気をつけていて、ですね、5大栄養素ですね。タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラル、糖質。これがタンパク質取りすぎたらどうなんでしょうね。よくあるのがその脂質と糖質取りすぎみたいな状態がね、多分一番多いのかなっていうのは、そこだけは気をつけてますね。だからお野菜とかキノコとか、お肉とかはちゃんとしっかり取りすぎず取るようにしていますね。だから栄養のバランスをもちろん考えつつのお料理の数をもうね20品ぐらいしか作らない。バリエーションなんだっけバリエーションじゃなくてあれちょっと完全に忘れた。お料理レパートリーレパートリーをもう決めてしまって、一応メモ帳にね箇条書きにバーってしてるんですけど、だからあんまりなんか何でもかんでも作るっていうのをね昔やってたけど、それをやめてしまいまして、今もうほんと簡単なものしかしないんですよ。大体お味噌汁と何かおかずとかが多いんですけど、そうね、豚汁をよく作るっていうのはねあちこちでお話ししてるんですけど、豚汁はめちゃくちゃいいので週1作ってますね。発酵食品だしお味噌汁はね。でお肉も野菜も取れて、キノコとか入れればね、キノコのミネラルだっけ無責任なこと言うけど、なんかそういうキノコの栄養も取れてっていうので、すごいお味噌汁ってねスーパーフードって言われてるので、お味噌汁は週に1回2回、豚汁もお味噌なんで入れていますね。で汁物プラスなんかお肉とかお野菜のとか卵とかのおかずを一つポンって入れることが多いんですけど、なんかねこうなった今、昔のその結婚してた時とかを振り返ると、いやもう本当に頑張りすぎてたなって思うんですよね。でそれでその周りのお母さんたちをやっぱり見ていると、もうすごい頑張ってるな、すごいなって思うんですけどね。別にね好きでやってる方もねたくさんいらっしゃると思うんで、そういうことは全然ねいいと素晴らしいことだと思うんですけど、なんかつられてインスタとか SNS と、SNS ですよね。インスタとかツイッターとかなんでしょうね、幼い頃のにね植え付けられたなんか固定観念みたいなのとか、なんか自分の親がこうだったからみたいなのでなんか頑張らなきゃって考えてお料理してるお母さんって結構多くないかなって私は思ってるんですけど、多いと思いますね。なんか料理好きって言ってる人ってあんまりいないですよね。友達とかも晩ご飯どうしようって言ってる人が9割だと思うんですけど、違いますかねいや絶対そっちの方が多いですよね。なんで女の人料理嫌いなんだろうね。男の人の方が料理なんか好きな人多い気がするけど、そうでお料理ね、本当になんかみんなそうやってなんか無理しなくていいところ無理してるように私は見えているんですけど、どうですかね皆さん。ちょっと具体例をいくつかね挙げようと思うんですけど、さっき言ったお弁当とかですね。お弁当もね私はね最初ちょっとね実は頑張っちゃってたんですよ、保育園でね。頑張ったって言ってもそんな大したことできんのですけどね。なんか初めて保育園にもうね1歳ぐらいから行ってるから、1歳でお弁当の日ですみたいな、月に1回お弁当の日があるんですけど、お弁当の日ですって言われてと思って、どうしようと思って、でもなんか周りがちゃんとしてるだろうからちゃんとしなきゃみたいな勝手なね思い込みで、なんかおにぎりに顔描いたりとかしてましたけどね。いやそうでなんか海苔に穴開けるパンチとか買ったりとかして頑張ってたんですけども、すっごいいややってましたね。もうなんか前の日の夜になんか準備してうとうとしながら、疲れてるのにうとうとしながらなんかおかず先に仕込んどいて、朝早く起きてね綺麗におにぎり作って綺麗に顔つけてって
ね、いやマジで今思うと何やってたんだろうもうほんと、いやそんなこと絶対しないいや好きでやる分にはいいんですよ、何回も言うけど好きでやる分にはいいんですけど、本当ね、でも本当嫌ならやんなくていいです。本当に断言する。別に誰が何て言おうと栄養素さえちゃんとね取れていれば、っていうか一食ぐらい栄養素取れてなくても全然大丈夫やと私は思うし、本当無理だけはしないでください。本当ね、別に好きじゃないことに人生の大事な時間をね使わなくていいと思います。なのでもうね、今お弁当、本当キャラ お弁当ダメですよね。お弁当キャラ弁文化みたいなやつはもうちょっと落ち着いたのかな。落ち着いたと思うけど、ちょっともう落ち着いていただいて、本当にどんどん好きな人だけやればいいと思いますね。で、だからね、お弁当グッズもすごいたくさん持ってたんですよ。ピックとかのりパンチとか、なんか仕切りみたいなやつとかシリコンカップとか持ってたけども、今は一つも持っておりません。海苔だけですお弁当グッズは海苔だけです。そうそう、めっちゃ楽ですよ。時々保育園でもお弁当の日あるし、小学校でも児童クラブに行く時とかはお弁当の日ってあるんですけど、もう 100% 海苔弁、100% じゃない、時々オムライスが入りますオムライスもめっちゃ楽そうオムライスドンって入れるか、海苔弁ですね。海苔弁めっちゃ喜びますよ、子供。なんかでもおかずはね、ちょいちょいなんか上に乗せるおかずは変えるんですけど、最近やるのがご飯の上に海苔乗せて、でおかずはちょっとレパートリーいろいろあるんですけど、なんかそのお肉と野菜を炒めて乗せただけ、ドンって。で なんとなく見栄えがせんからトマトとか卵とか乗せたりとかねするぐらい、それでも全部もちろん全部食べてね、ちゃんと帰ってきます。美味しかったって言って食べて帰ってくれますね。で時々そのなんかドンってする時もあれば、おかずを複数こうね組み合わせる時もあります。ウインナーと卵焼きとなんか冷凍食品のシューマイとかアンパンマンのポテトとかね、ああいうのをこう組み合わせて、いくつかこう海苔のご飯と海苔の上にこうトントントンって並べて、そう海苔弁だから隙間空いても余裕なんですよ。そうそうでやる時もありますね。そうそう。でちなみにちょっとね深掘りしすぎやけどね、お弁当。ちなみにそのさっきお肉と野菜炒めてって言ったんですけども、焼肉のタレとかで十分です。もう全然もう味付けなんて美味しけりゃいいんで美味しくてね、なんか塩分取りすぎとかちょっとあれだけど、そんな味付けそんな頑張ってね、塩と砂糖と醤油とみりんとかって全然やる必要なくても、焼肉のタレだってちょっとパッて入れればね美味しくなるんで、ちなみにうちはしゃぶしゃぶのタレを使ってます。なんか醤油ベースの美味しいしゃぶしゃぶのタレがあって、それをちょっとアレンジして使ったらね美味しかったので、それを今使ってますね。で自分のお弁当にも同じおかずを作って入れてますね、作る時はね。そうそう、だからお弁当まずね皆さん頑張りすぎじゃないかなって思ってるんですけど、どうでしょう。そんなことないっていう人は多分ねあんまりいないと思うんですけどね、本当ね、別に人の目なんてもう何にも気にする必要ないですよ。もう無理だけは本当にしないでいただきたいですね。で私が手放したものですごく大きかったなって思ったものが揚げ物。これは大きかったですね。揚げ物、あと煮物とかね、もうやめたんですよ。揚げ物は結構やってたんですけど、天ぷらがね好きでねよくやってたんですけど、本当に揚げ物一つやるだけでなんでこんなになんかいろいろ大変なんだろうって思って、あとねそのサラダ油があんまりこう体にどうやら良くないぞっていうのを知ったのもあって手放してみたんですけど、揚げ物のねいいところはね美味しくて味付けが不要っていうところなんですよね。そこはねいいところなんですけど、なんかそのいいところを上回るぐらいの私にとってのデメリットがたくさんあって、危ない、まず危険で
汚れる、油めっちゃ使う、道具めっちゃ使う、あんま体に良くない、そんなもんかなっていうデメリットがですよ、すごい結構ありません？なんかその切って材料切って天ぷらやるとしたらですよ、材料切って天ぷら粉につけて、揚げるだけではあるんですけど、そのなんかなんだパックで売ってる油をですよ、揚げ物鍋にダバ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 って入れて、もうこんなに使うのか揚げ物って思いながら入れますよね。多分同じこと考えたことある人いるはずで、ダバダバダバってサラダ油をですよ入れて、でこう一個一個パッて、で温度管理とかもしながらですよ、私は温度計使う派なんで、温度こう上がりすぎた下がりすぎたってやりながらね、で時々油がパーンって飛んできてあちってなりながら、あれ目に入ったらやばいですよねそうパチンあーってなりながらね、でこう焼きすぎた揚げすぎたとか、いや火が通ってないとかなりながらね、いや別にそんなおバカじゃないですよ、私ちゃんと作れるけどでもうなんかすごい苦労してした挙句ね、できた天ぷら美味しいけど、もちろん美味しいけど、そのね食べ残したら次の日なんかしなしなになっちゃうし、なんかその場限りだし、その油めっちゃ残るじゃんみたいな、この油どうするかってなんか取っとくのもなんか酸化しないのとかね、私は取っといてたけど多分あんま体に良くなかったですよね。なんか酸化する油体に良くないから取っておくのもなんかなっていうのもあったし、あれすごい周りもね、コンロの周りもすごく汚れてしまうし、そうね、であと鍋ですよね、専用の鍋が必要になっちゃいますよね。あとその温度計も必要だし、そのなんか上がったものをこう一時保管する場所、なんか網みたいな場所もね必要になってくるしで、いやもうなんでこんな大変なことを私はやってたんだろうと思って、もう揚げ物をねやめたらですね、なんかすっごい楽になりました。びっくり。だって鍋減らせて油減らせて、鍋と油と網とその汚れることと、その料理する手間と、なんかたくさん手放せたんですよね。揚げ物は多分家では二度としないですね。お店で食べた方が美味しいしね。そうすごい手間かかるじゃないですか。カツとかチキンカツとか大好きなんですよ、私。チキンカツ大好きなんですけど、なんかね、肉切って下味つけて卵をつけてどっちだっけ、小麦粉卵か、小麦粉つけて卵つけてパン粉つけてジャーってやるみたいなすごい大変。いや美味しいんですけどね。でもね、あんな美味しくて一瞬でなくなってしまうものにこんなに手間をかけるのはちょっと嫌だなと思って、も家ではやらない。買った方が多分ね安いですよ。そうだから揚げ物手放してよかったなと思ったのと、いやあとね、煮物もねしないですね。なんか煮物ってかもう料理がほんと嫌いだから、そもそもそこもあるんですけど、煮物ってなんか味付け失敗した時の取り返す時間すごい大変だなって思って。でもなんか炒め物だったらピャって塩コショウとか醤油とかパーって入れてちょっと味見して、じゃあこれが足りないとかすればいいけど、煮物って煮汁で味付けするから、ちょっと味濃かったなとか薄かったなってなった時にまたちょっとなんかしばらく煮ないといけないじゃないですか。味変して結果が分かるまでにその5分10分かかるみたいな。いやもうちょっとあれはちょっとしんどいな。もう煮物はもう私はしない。ちょっとかぼちゃの煮物だけはねテンプレ化してるんでそれはできるんですけども、もう肉じゃがなんてね1回か2回しか作ったことないですよ。あんなめんどくさい料理口が悪くなってきちゃってやばい。ダメだからそんな感じでね、あとねこれは最近すごい発見だったんですけど、オムライスをですねやるんですよね、よくね。
オムライス簡単ですし、子供が好きなんでやるんですけど、卵をですね巻くじゃないですか。オムだからオムだよね、巻くっていう意味でオムだよね。オムライスだから巻かなきゃいけないんですけど、本当はその巻かなきゃいけないっていうのも捨ててみたんですよね。結構前からやってはいたんですけど、なんかこっちの方が美味しいっていう発見が最近あって、前は一番最初オムライス作った時はちゃんと巻いてたんですよ。オムライスは巻くものだっていう固定観念のもと巻くものだと思って巻いてたんですけど、なんか巻くのめんどくさいなって思って途中でビャーってフライパンに卵を薄く焼いてそれを乗せるみたいなスタイルに変えたんですよね。5、6年前から。いや別に味変わらんし入れば一緒やしいいやろうと思ってそうしてたんですけど、なんかねその薄焼きを乗せるよりもちょっとねこれぜひみんなやってほしいんですけど、卵をですね半熟じゃなくてバーってボウルでバーってかき混ぜてフライパンにビャーって伸ばしたら内側に寄せていくんですよ。卵をこうわーって菜箸でわーって真ん中の方に寄せて塊にすると卵が薄くなくて分厚くなるんですよね。ボコボコになって表面がね分厚くなるんですけど、で半熟ぐらいで止めてそのまんまオムライスのチキンライスの上に乗せるんですけど、そうするとね卵がねふわふわになって厚みがねどんくらいかな、3センチぐらいは出るかな。その厚みの出たオムライスじゃないけどその卵の部分がすごく美味しくってね、これすごいおすすめです。逆にこっちの方が卵の存在感があって卵の味がちゃんとするし、卵の甘みが、お砂糖入れてね卵の甘みがすごく味わうことができるのでとってもおすすめです。でちょっと長くなっちゃったけど、オムライスももう巻くっていう、オムライスは巻くものという固定観念を捨ててしまおうっていう話です。あと食べ過ぎっていうのもすごくいつも感じていて、1日3食ってね、1日3食用の体別にしてないはずなんですよ、私たちの体って。なんか1日2食とかなんか別に足りてりゃいいんじゃないかな、そのリズミカルに別にする必要ないかなって私は思っているので、ちょっと今は生活スタイルに合わせてちゃんと朝昼晩ってなってるけど、お休みの日とかはね特に別にお腹が空いてなかったら食べなくていいんじゃないかなって思っていて、ちょっと医療の話になっちゃうからあんまりねこういう話はしない方がいいんですけど、なんかお腹空いてないのに食べるみたいな状態をねちょっともしかしたらしてる人が多分ねすごく多いと思うので気づいてもらいたいなと思って、なんかお腹空いてないのに食べてたらお腹空いちゃうんですよね。お腹空いてないのに意味わかるかな。なんか1日3食をきっちり食べていたらその時間になるとちゃんとお腹が空くようになっちゃうんですよね、体がね。そうって私は思っていて、だから私の体もこの間まではねそうなってたんで、ちょっとなんか今食べ過ぎな気がするなと思って体がちょっと休まってない感じがしたので、それで朝ごはんをねブルーベリーヨーグルトにね変えたんですけど、そしたらなんか全体的にやっぱお腹が空いた時にちゃんと食べようと思って空いてから食べるようにすると、どんどんなんかね無駄に食べ過ぎたりとか無駄にお腹が空くこともあんまりなくなった気がしますね。今がちょうどいい感じだなって。本当食べ過ぎだと思いますよ。お腹いっぱいになるちょっと前ぐらいで8分目ですね、腹8分目、下手したら7分目でもいいんじゃないかなっていうぐらい人の食事を見てたらね思うんですけど、多分そんなに食べなくていいはずですよ、人類はきっとね。その辺はね価値観それぞれなんでちょっと食べ過ぎって思うんですけどね、私はぜひなんかちょっと考えてみてもらいたいですね。
なんか思ったのがあれですよね。この本当にインスタとか見てるとみんな本当すごいご飯頑張ってる、いいんですけどね、頑張りすぎてしないかなっていうのをね心配して勝手にかなり余計なお世話やけど、ね、頑張りすぎてないかなっていう心配をしてるんですけど、なんか私が子供の時小学校あたりで家庭科の授業ってあるじゃないですか。その家庭科の授業のなんか平均的な食事みたいな写真をねよく載ってたのを覚えてるんですけど、それがね多分ね尾を引いてるんじゃなかろうかって私は思ってるんですよ。なんか洋食ブームの時かな、多分ちょうど洋食ブーム、ちょっとあんま無責任なこと言えないちょうど私がその時はちょうどバブルが弾けた後くらいなのかな、わかんないけど、そうなので、なんかハンバーグとかなんかあったかな、ハンバーグめっちゃ覚えてるな、ハンバーグとか唐揚げとか、そういうメインのおかずがドーンってあって、野菜がドーンってあって、で副菜があってっていう定食スタイルみたいな、そういう感じのなんか食事が見本としてねよく写真に載ってた記憶があるんですけど、多分あれめっちゃ量多いと思うんですよね、今考えると。で最近それをね教科書見たわけじゃないんですけど、最近画像検索で家庭科の教科書の、ね、写真見てみると、なんかそうでもない、なんか量そんなに今多くないのかなっていう印象なんで、多分私が子供の時のあれですかね、時代の流れの感じだったのか、そういう感じの時代だったのかわかんないですけど、なんかすごいなんかご飯はこういうもの、食事とはこうあるべきだみたいな、なんかね植え付けられたのは私はその辺じゃないかなと思ってるんですけど、どうなんでしょうね。だからそんなにそんな本当ね頑張んなくていいよっていうのをね何回も言うけど、本当にねご飯とお味噌汁となんかおかず、別にそんな手の込んだやつじゃなくて、ちゃんと栄養素が取れて程よく美味しければそれでいいんじゃないのかなって思うんですけどね。ちょっともし苦労されてる方がいたら本当にぜひ力を抜いて今日からね、ちょっとやってみてください。少しずつね。本当そんな頑張んなくていいんですよ。日本人はね頑張りすぎなんですよ、本当に。いやね、本当私もすごい頑張ってたんで、なんかね覚えてますよ。結婚してすぐの時になんかうまく料理が作れなくて、もう鍋ごとシンクにひっくり返したことがありますね。もうできないって言ってバーンってせっかく1時間ぐらいかけて作った料理をなんか捨てたことがありますね。何をもったいないことをしてるんでしょうか、全くだからあんまり思い詰めないように皆さんもしてください、ぜひ。はい。あとは何かあったかな。そんなもんかな。でもあんまりね、本当栄養素だけはしっかりとねとって健康には気をつけていただけたらと思います。はい、じゃあそんな感じで今日はねノープランで喋ったんですけど、意外と喋れちゃったんだけど、なんか最初何の話したかもうすでに覚えてないんですけど、私はきちんと着地できましたでしょうか。ちょっと不安でございますがまあいいか。本当にじゃあ最後にもう一回皆さんご飯作り、お弁当作りをねあまり頑張らず、他のもっと大切なことに時間を使うようにしてください。好きな方はお料理どんどん続けていただいて構いませんが、本当にね毎日のことなのでね、料理しんどいですよね。なのでね、今日からぜひちょっとずつ手を抜いてね、毎日楽しく過ごしていただけたらなと思ってお話ししてみました。はい、じゃあそんな感じで、もしご意見ご感想などあればコメントまでお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。はい、では失礼いたします。